こんにちは、あやはれです。最近朝起きるのが本当に辛いので、朝食を冷凍作り置きするようにしたら、朝食を作る時間が省ける上に、このセットが好きすぎて朝起きるのが楽しみになりました。朝1秒でも長く寝たい人、ダイエット中の朝食を考えるのがしんどい人、ぜひ作ってみてください。まずは玄米を炊きます。最近はスーパーでもよく見かけるローカット玄米、脂肪に変わりにくいと言われている低 GI 食品の玄米ご飯は腹持ちもいいので朝食にぴったりです。無洗米なので2合測って水を入れるだけ。ホコリなどの軽い汚れがついていることもあるので、さっと水で 1,2 回流します。豚汁を作ります。買い物リストで紹介した肉、野菜と顆粒和風だし、味噌を使います。大根、人参、椎茸はすべて 1,2 センチ角に切る。小さくカットすることで加熱時間を短縮。保存容器に入れる時も詰めやすくなります。フライパンに入れる。人参も大根と同じ大きさにカット。椎茸は石突きと軸を落として、傘は1センチ角にカット。豚肉も大きい場合は細かく刻んでおく。水 300ml、 顆粒和風だし小さじ2。軽く混ぜ合わせて豚肉をのせる。蓋をして中火で煮立たせます。煮立ったら一度蓋を開けて具材全体をだしに浸す。弱火にして再度蓋をし3分煮込む。豚肉に火が通っているか確認。豚肉に火が通ってない場合は追加で数分加熱してください。保存容器に小分けする。ちょうどいい保存容器がない場合はバットで代用可能です。詰め終わったら粗熱を取る。粗熱が取れたら1食あたり味噌小さじ1、刻みネギ適量を加えたら完成。冷凍保存します。バットを使用する場合も作り方は同じですが、味噌を溶かし入れてから冷凍がおすすめです。バットにラップを敷いて具材を流し入れる。刻みネギを加えてラップを乗せて密閉し冷凍保存。完全に凍ったら8等分にカット。一つずつラップに包むか保存袋に入れて完成です。玄米ご飯が炊けたら焼きおにぎりを作ります。玄米ご飯 700g と醤油、みりん、ごま油、白すりごま、あれば大葉を用意してください。醤油大さじ 2.5、 みりん大さじ1、ごま油大さじ1、白すりごま大さじ1、あれば千切りした大葉。よく混ぜ合わせる。ラップでおにぎりにします。私はダイソーのおにぎりパックで形を整えます。フライパンにアルミホイルを乗せておく。おにぎりパックに入れて振って形を整える。中火で表面を焼きます。両面焼けたら火を止めて粗熱を取る。粗熱が取れたらラップで包む。冷凍保存します。食べるときは冷凍庫から1食分の豚汁を取り出します。ひねっても取り出せない場合はレンジ 600W で20秒加熱してみてください。器に1食分移して熱湯 100ml を注ぐ。味噌を溶かしてレンジ 600W で2分加熱。具材をほぐして再度1分加熱。全体温まっていれば完成。
焼きおにぎりはレンジ600ワットで2分加熱するだけ。時間があればこの朝ごはんにもう一品追加してほしいのがタンパク質。植物性タンパク質の摂れる納豆や良質な脂質も一緒に摂れる鮭の切り身などを添えるのがおすすめ。冬にぴったりあったかわ定食の完成です。年が明けてから雪が降ったり本格的に寒い日が増えて、朝起きるのが本当に辛い。氷点下の中布団から出るのが辛すぎて、せっかく6時起きのいい習慣を身につけていたのに、10分20分30分とどんどん起きる時間が遅くなって、ストレッチする時間もモーニングノートを書く時間も取れなくなって、自分がやると決めた習慣を守れない自分にイライラしていました。実はダイエットを始めた当初も全く同じような状況になったことがあって、自分でダイエットルールを決めてやるぞと意気込んだものの、そんな時に限って体調を崩したり、仕事が忙しくて自炊する時間が取れなかったり、その結果ルールを破った自分に嫌気がさして、自分のことがどんどん嫌いになったりしていました。でもよく考えると、痩せるために決めたルールは自分のことをもっと好きになるために作ったルールで、そのせいで自分のことを責めてストレスをためるのは本末転倒だなと。責めるのではなく、今の私が無理なくできるルールに書き換えていく。例えば今回の場合だったら、日が昇る7時に起床時間を変更、ストレッチは朝散歩しながら同時に行い、朝食は休日に作り置きしておいて作る時間を削減。今回のルールで問題があったらまたルールを書き換える。とにかくトライアンドエラーを繰り返すことが大切。年始早々イライラしながら過ごしていたのですが、大切なことを思い出すいいきっかけになりました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。